女子、来ちゃった。夢現実。じゃあ怒る。どして？私のこと嫌い？好き。でもお前友達ん家に初めて来てベッドに潜り込むやつがあるか？コウマ館でのディナーに招待してくれたでしょ？今日がその日だ。招待した。ディナーにね。時に古代日本人よ。ディナーの意味はわかるか？確かに3時間も前乗りしたのはやんちゃが過ぎたが、楽しみで気がせいたんだ。可愛い理由でしょ100歩譲って早く着いちゃったとしても私がまだ寝てるんだからどっかで時間潰すとかさ。もうお昼回ってるのにぐっすりんこな寝ぼすけが悪くない？夜行性にしては早起きな方だわ。お前は私が吸血鬼だってこと忘れてるみたいだから思い出させてやる。ああやめ、ごめんなさいごめんなさい。これは問題になる。さすがに私の首に噛み傷があったら問題に。甘噛み気持ちいい。ペロペロしないで、変な気持ちになっちゃう。もう言った？よだれふきふき。参ったおみそれ。たく目覚めちゃったわよ。早起きは三問の得っていうじゃない？もう少し寝ていてもよかった。それ私のやつ。ふふ。時間までどうする？カリスマを高める方法について論じ合う？その話の結論は第9回威厳の最高と維持を考える会で出したじゃん。世間が我々の真なるカリスマに気づくまで感性の発達を待つしかないって。それよか他の連中はどこよ。私両組全員を誘ったつもりなんだけど。一緒に来たが門前ではぐれた。あんたどんだけ統率力ないわけ？君は今特大のブーメランを投げたぞ。これはそもそもコウマ館の門番が寝ていたことに端を発するのだ。メイリンね、あのバカ。今起きた人がさっきまで寝ていた人をバカ扱いするのはいかがなものかと。同じ館の住人だって生活リズムが違うの。で、何があったん？まずメイリンさんが寝ていると見る野生が能力で不法侵入して、招待されてるんですからわざわざ入館の許可を得る必要もないですわ。ふとが臨場して、そもそも門番とはいえあやかしの顔色を伺うのも尺じゃし。それをとじこが諌めようとして、待て待て、招待された時くらい正門から入ろうって気になぜならん。そこで穴が閉じた。ちょっと一番偉い人置き去りなんですけどくっ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 く、そんなん笑うわ。幸い5分ほどさめざめ泣いたあたりで少女に声をかけてもらえた。起きてさえいれば彼女は優秀な門番だったよ。ミコさん、ですよね。ご来館の通達は受けたまわってます。ようこそコウマ館へ。しかし随分早いお月ですね。お連れさんも見えませんし。お連れさんは入館しました。あなたが寝ている間に。あはは、だったらミコさんもスッと入っちゃえばよかったのに。あはは、じゃねえよ。どこが優秀なんだどこが。覚醒しててもしっかりポンコツじゃねえか。彼女は美人だ。それだけで優秀だ。お口が悪いぞレミリア。だって悪魔だもん。寝顔は天使だったよ。わかった。女子は悪魔吸血鬼。よだれふきふき。ふう。これはなんというか癖になりそうだな。ところでうちの子たちはどうしよう？私はメイリンさんにここまでの道を聞いてきたが、この館はかなり広い。迷ってるでしょうね。幸い会食はまだ先だし、この館の誰かとばったり会えば時間までには食堂に連れてきてもらえるだろうけど、暇だし探しに行くか、眠気着替えるからちょっと待っといて。ばったりついでにコウマ組に迷惑をかけてなければいいが。ミコ、それはお互い様よ。おいおいおい、バカな連れとはぐれて迷ってたところでお声かけいただいたのには心底ほっとしたが、なんで急にナイフ投げつけられなきゃいけないんだ？心当たりない？ない。私とお嬢様の大切な時間を奪うにっき耳の人の関係者さんに今一度お聞きします。心当たりない？察し、だがお前この対応はどうなんだこれお前一応メイドだろ。一応メイドって何よ？さっきメイド長よ。じゃあなおさらだボケー。主の客に対して失礼とか思わねえのか？もちろん来賓に対しては主のメンツを潰さない丁寧な対応をさせていただきますが、伺っていた会食の時間にはまだ早いので今この瞬間私とあなたの関係はメイドとお客様ではなく支援を募らせるラセットその恨みの対象よって好き放題させていただく所存本豆腐の歳月つねえなお前。こっちも溜まってんのよ。最近じゃお嬢様、豊里耳とのゼロ距離コミュニケーションのみならず白いショタもどきにチューされたり緑の音量にも振られたりしてるそうじゃないの。許せなし。音量の件は知らん。しらばっくれんな。全部お嬢様の土産話で聞いてんだよ。とじこさんあんた、堅ぶつぶってる割に可愛くて甘いものが大好きだそうじゃない？そんな浮ついたもんに興味はな。マカロン。満面の笑みで食べてくれたんだって？お粗末様でした。あれ、お前が。そうよ。前日に作れとお嬢様に言われたの。きっとそばちゃんが喜んでくれるから。ってね。天使かよー。天使のような悪魔よー。なーにあれ。言ったでしょ。どっちがどっちに粗相するかなんて分かったもんじゃない。みんな悪が強いもんね。君を天使だと思ってることに違いはないようだけど。天使とかマジ不本意だわ。聖人とつるんでる悪魔がなんか言ってるし。黙れー。そばちゃん回収して他の連中探しに行くぞ。ふーん。
何も見なかった。いい？わかったぞパチュリー。はぁ、ちょいちょい、やい、すごいですわコアさん。これ。男性のこんな姿はさすがの私も見たことありません。男性同士の良さみに気づいたようですね、セイガさん。どうですか私のコレクション。他にもまだまだありますよ。なんせ棚一つ勝手に占領してますから。こっちのは、の書き込みがすごい。実際にねえマリサ、私に脳みそ腐ったた子の世話を押し付けて使い魔と仙人が苦に絶えないワイダンで盛り上がってる場合、私はどうしたらいい？いざ本番という時の興奮度は実用タイプの比ではありません。ここに迷い込んでよかったわ。あら、魔法使いさんが退屈そうにしてますわ。さあこっちに来て一緒におしゃべりしましょ。そんなに眉目を寄せないで、せっかく可愛いお顔なんですから。うわぁ、すっごい威嚇されてるんですけど。あれは喜んでますね。ほら好調してきた。どういう理屈ですの？わかりません。脳内ではいつも猛スピードで独自の理論が展開されてるようなんですが、出力データのグレードが高すぎて一般常識との互換性を保持できません。それはいわゆるコミャショーでは？はい、コミャショーです。ここは仲良さげだね。トラブってるわけじゃないし、かくちゃんとヨッシーは回収しなくていいか。時間になったらコアが食堂に案内するでしょ。それまで変態同士楽しんでいればいいわ。あの手の話で師匠と馬が合う者がいるとは。あとはフトちゃんだけど。嫌な予感がするなぁ。嫌な予感？一番遭遇しちゃいけないやつとばったりしてそうってことよ。あいつは私より起きるの遅いから大丈夫だと思うけど。お主、ひょっとしておぜう殿の妹君か？はい、フランドールです。お花を摘みに置きました。寝巻きじゃないのは寝る前のお着替えをサボったからです。お兄さんがお姉ちゃんの彼女の豊里耳野さんですか？ごめんけどもう一回言ってもらえる？お兄さんがお姉ちゃんの彼女の豊里耳野さんですか？聞き間違いではなかったか。疑ってすまん我が耳よ。よもやほんの一言のうちに突っ込みどころが4つとは恐れ入るな。調子いい時の大使様のボケピッチ毎秒を超えておる。いいかのうフランちゃん殿。仮にお兄さんがおぜう殿とお付き合いした場合の肩書きは彼女ではなく彼氏となるが、残念ながら我はお兄さんではなくお姉さんじゃ。それに豊里耳のみこののは豊里耳さんちのみこちゃんとか里いお耳のみこちゃんとかいう意味ののじゃから、名字だけで呼ぶ場合豊里耳さんでよろしいか？我はそもそも豊里耳さんではなくもののべのふとさんじゃ。もののべのをつけなかったのは賢いが3まで取ったらダメじゃんね。言っとくけど我バチボコ年上じゃからの。ではもののべしと呼ばせていただきとう存じます。あれフランちゃん殿ひょっとして色々分かった上でボケておらん？何のことやら。バックレ顔の完成度が鬼がかっておる。時にもののべし、フランと遊んで条件次第じゃな。申してみよう。実は九段の豊里耳さんの元に行きたくてな。館内にいるとしたら姉上のお部屋なんじゃが、我を連れて行ってはもらえぬか？よかろう。案内してつかまつりたてまつる。よき。では約束じゃ。何して遊ぼうか。おっと会食に間に合うように切り上げてくれよ。ひょっとして我慢知ってる？今まで知ってる人いた？それ多分フランちゃん殿のオリジナルじゃろ？仕方がないので概要を説明します。おこなの？ねえおこなの？ルールは簡単。フランの何でもデストロイする程度の能力で物のべしをちょっとずつキュッとしていきます。それを物のべしは我慢して、もう無理。粉みじんになっちゃうってなったら挙手します。そこまでのタイムが長い人が最強です。そうじゃない？一応聞くけど挙手したら止めてくれるん？はい、楽にしてあげます。息の根を止めてくれるんじゃの？ちなみに最高記録は人間の里の罪袋さんで56秒25です。君はこの記録を超えることができるか？はい、スター。待ちなされ。それってただ我が1分弱苦しみ抜いてきちるだけじゃろて。それが見たいのだ。よしわかった。案内の話は忘れてくれ。はた。貴様戦略的撤退を考えてるな。逃げ惑う獲物は皆同じ目をするからわかりやすい。ほらもう空側のセリフだもん。実は今のはお姉ちゃんがお部屋で一人の時にこっそり練習してるカリスマセリフの一つです。痛いとがきを失敬してフランが先にマスターしました。有能。我はそんな有能なフランちゃん殿の獲物たる器ではない。一つ強き者の慈悲を見せてはくれぬか？ならんの？なぜに？有能な獅子はこねずみにも全力なのじゃわい。あいだー痛い。
決まってる。フランの肘と肩がお決まり遊ばせてる。誰だか知んないけどフランに何かあったらお前この館の主が黙ってねっつおらん。その主で絶望した。ちょい。客人に手を出したのは謝るからまず話せレミリア。続き柄でよぜ。あとカリスマノート返せおら。見当たらないと思ったらあんたの仕業か。カリスマノートってさっきのセリフみたいなのがいっぱい書いてあるんだよね。ひどいよレミリア。そんないいものがあることをなぜこの私に黙ってたのさ。やばーいお姉ちゃんと同じ感覚の人がいる。お兄さんがソダちゃんさんですか？いかにも、我こそは自然まといしスプークがある。ソダの、トジコ。バカすぎるぞトジコ。なんでだー。私はおとなしくしてたのに流れ弾にも程があるだろ。大使様も簡単に嘘つくのやめてください。好きな子には意地悪しちゃうって言われさ、納得しませんよ。赤くはなってるだろ。それじゃあ思い切ったフレンドリーファイアってことで。思い切った時点で狙い撃ちだろ。笑ってんじゃねー。どいつもこいつもボケ倒しやがって、突っ込む側の苦労なんて知りもしないで。安心なさい。私だけはあなたの味方よ。お嬢様の天使にを理解し合う仲としてね。君らが一番ギスギスしてたがね。黙らっしゃい。お食事のご用意ができましたのでお知らせになりました。図書館の面々がすでにご案内済みです。皆様もどうか食堂へ足をお運びください。私は悪魔だよ。姿が見えないと思ったらここにいたのね。風に当たりたくてね、お酒ですっかりほてってしまった。ここ、バルコニーって言うんだっけ？縁側から見上げるよりもずっと月が近くに見える。そういう次元の距離感じゃねえだろ。気持ちの問題さ。あれが真っ赤に染まったんだろう？それはさぞ美しい。ああ、酔ってる？見てみたいな。何を？赤い月。ダメだろ。なんで？巫女がすっ飛んでくるからだよ。ああ。やっと酔ってる。大丈夫？大丈夫。ただ君は夜で、私は光だ。ダメだこれ。明けない夜にこそ民は光を求めるのだ。思想犯め、戻ってこい。導くものとは、導き手とは。夜は明けるべきよ。次の夜を迎えるためにね。女子。今のかっこよかった。カリスマノート第14項より引用。ねえだからそれ見せてよー。